こんにちは、ミッキーです。今回は下北沢話題カフェ6+1店としてご紹介していきます。2022年に入ってから目覚ましい発展を遂げている街、下北沢。進化はしているけれども、都市化というよりは居心地の良さをそのままに街のアップデートが行われているところが好感を持ってて、若者や外国人を中心に人気を集めています。そんな下北沢ではエリアの一部でもあります世田谷代田周辺がドラマサイレントのロケ地にもなっておりまして、聖地巡礼としてますます人気を増しています。話題性にはこと書きませんが、居心地がいい空間があるのも下北沢の魅力になっていますので、ぜひこの機会に確認していただいて、休日の下北沢巡りしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはブルックリンロースティングカンパニーさんでございます。2022年の7月にオープンしたばかりのカフェでございまして、同じく2022年の春頃に誕生しました下北沢の新たな商業施設でありますみかん下北に誕生したばかりながら、すでに大人気のコーヒー店でございます。国内には6店舗ほどありまして、以前に私の有楽町日比谷特集でもご紹介してるんですけども、ここの下北沢店ではカフェレストランで運営しておりまして、海外の店舗を含めまして初の業態になっています。2009年ニューヨークのブルックリンで誕生しまして、本当に美味しいコーヒーは地球と人に優しく育まれたものだという信念のもと運営されていますニューヨーク初のカフェになっています。アメリカンな雰囲気のためか、外国人のお客さんも多く、外国感を感じられるのも非日常的でおすすめでございます。天井が高い様子がとても印象的で、こちらでは Wi-Fi や電源の完備もありますので、作業用カフェとしてもおすすめできるようなスポットになっています。代々木八幡にありますライフ、三宮橋にありますライフさんといったイタリアンレストランのオーナーシェフ監修のもと、朝はアメリカンブレックファスト、ランチはライフ自慢のパスタやがっつりお肉ランチなど、夜はビールやナチュラルワインに合う料理を存分に楽しむことができます。こういった焼き菓子なんかも用意されていますので、もちろんカフェタイムにもおすすめです。そしてなんといってもたくさんの種類のコーヒー豆が用意されていますので、コーヒー好きな方でもたまらないと思いますし、ファッション系のストリート系のアイテムもありますので、小物類を買っていただいたりとか、お家のちょっとしたインテリアとしてご活用いただくのもとてもおすすめかなと思います。そして実はここ、現在放送中のドラマクロサギの2話にも登場した店舗でもありまして、ロケ地巡りとしても外せません。私もたまたまドラマを見ていたら気づいたんですけども、結構クロサギの中では都内の実際にあるカフェが利用されていることもありますので、ぜひカフェ好きな方注目していただければと思います。この日はこちらのアップルパイに加えてドリップコーヒーの M サイズをいただいていました。こちらの緑色のカップおしゃれだなと思うんですけども、こちらクロサギの中でも平野翔くんが使われていたようなカップになっていますので、そういったファンの方なんかはそこも注目ポイントかなと思います。そんなロケ地にも使われていますこちらの店舗の設計はドロワーズという設計事務所の創業者であります小倉さんが担当されていまして、ただかっこいいアメリカ風内装の模倣ではなくて、新しい物事がどんどん生まれていくニューヨークシティのように現在進行形な空間を作りたいとの思いで出来上がったということでございました。続いてご紹介しますのは、同じくみかん下北に出来上がりましたハンバーガー店アイランドバーガーズさんでございます。こちらはみかん下北が誕生してすぐに生まれた3月頃オープンしたお店になっていまして、こちらのお店では出来上がったハンバーガーにヤシの木のピックを刺してくれるんですけども、そのピックがバンズに刺さった様子とハンバーガー合わせてですね、そのハンバーガーが島に見えることから店名につけたということでございます。こういったカウンター席もありますし、テーブル席でもありますので、複数人で来ていただくのももちろんいいですし、お一人様で来ていただいてサクッとランチをいただくのにもとてもお勧めできるかなと思います。こういった形で店内はセルフオーダーレジになっていまして、電子マネー等も幅広く対応していました。このみかん下北という施設が新しいということもあるかと思うんですけども、非常にですね、外国人観光客だったりとか国内の観光客にとっても決済手段含めてとても使いやすいようなお店になっていますので、そういったところも嬉しいポイントになっています。
ちょっとこのメニュー表今映してるんですけども、値段のところ上からシールを貼られたいということでございまして、おそらくですね、最近の原材料高騰の煽りを受けているのかなといった印象でもございました。そんな中、この日はベーコンエッグチーズバーガーセット、お店の一番の看板メニューをいただいていました。こちらが先ほど申し上げました、ヤシの木のピックが刺さったハンバーガーになっていまして、まさにですね、このハンバーガー自体がアイランド、島のように見えるところが特徴的になっています。こんな形でフレンチフライもつけていただけますし、バンズにはですね、みかん下北のロゴを印字していただけますので、ここも下北沢に来たんだという感じをやられるような工夫になっているなと思いました。一口かぶりついた瞬間に感じます肉の旨味を存分味わってもらうために、パティは冷凍保存せず、牛肉 100% でご提供してくれています。こちらのバンズもとても美味しかったので、ぜひ試していただければと思います。続いてご紹介しますのはサンデーブランチさんでございます。こちらの2階建ての内装もとても無機質っぽくておしゃれになってるんですけども、この日はですね、こじこじとのコラボなんかもやっていまして、こういった試みなんかもとても素敵なお店になっています。いつもよりゆっくりと起きた日曜日の朝、そんな日常のワンシーンを演出してくれるおしゃれカフェになっていまして、そういった背景が店名にも表れています。新鮮な季節の野菜や果物、取れたての卵やミルクをふんだんに使った料理を並べまして、話し声や食器の音を BGM とし、太陽の光や緑に囲まれながら穏やかなひとときを過ごせるような空間になっています。この窓側の席は横並びになって座ることもできまして、テーブルで向かい合わせだと結構気遣ってしまうような瞬間もあると思うんですけども、横並びだとですね、結構フランクに話したりもできますし、あまり他のお客さんの目も気にならないので、とても嬉しいかなと思っていました。なかなかこういった店舗って多くないですよね。でそしてこちらがこの日のコラボレーションをしていましたこじこじのキャラクターグッズになっていまして、このおしゃれな空間ではあるんですけども、印象的な言葉を発することで有名なこじこじのコラボなんかもなんとなく癒しな空間になってるかなと思っていました。そしてこちらの店ではなんといっても今映していましたインスタ映えするおしゃれなスイーツが特に魅力的だということでございまして、カフェタイムにぜひスイーツとドリンクと試してほしいようなお店になってますので、そのあたり事前調査していただいてお気に入りのスイーツ頼んでいただきたいなと思っています。でこういった情報に関しましては、季節に合わせた素敵なスイーツを含めまして、販売が開始されるたびに SNS 上で話題になるということでございますので、ぜひインスタグラム等を活用いただければと思います。さらに季節のスイーツ以外にもフレンチトーストが人気でございまして、ドリンクセットにするのはもちろん、スープやパスタ、ドリアなどワンプレートのフードセットにもできますので、ぜひそういったご活用も検討いただければと思います。そしてこの日はですね、チーズがとろける牛すじのデミグラス煮込みオムライスというものをいただいていました。加えてカフェラテもセットでいただいたんですけれども、このオムライスもですね、見た目からもとても美味しそうな感じが伝わってくれるかなと思いますし、実際に味もこだわっていてとても美味しかったので、なんとなくこういったコラボレーションをしている系のお店って味はがっかりみたいなこともあるかと思うんですけども、カフェ自体でも成立している店舗でもございますので、味も間違いない、そんなおすすめな店舗になっていました。続いてご紹介しますのは、今回の特集のプラス1に該当しますカフェじゃないんだけれどもぜひおすすめしたいようなカレー店になっています。こちらはスープカレー元祖のお店で、札幌に本店を持つマジックスパイスというところでございまして、通称マジスパと呼ばれ、多くの辛いもの好きに愛されているお店でございます。外観も内観もかなりインパクトが大きくて、入り口にはヒンドゥー教の神様かつタイでもご奉神として信仰されています贈答人身の神様ガネーシャがお出迎えしてくれています。夢を叶える像という本でも有名なガネーシャなんですけども、店内にも多くの像がありまして、大切にしていることが伺えるかなと思っています。冒頭でご紹介しています下北沢自体がロケ地として多く登場しています話題のドラマサイレントに主演されています川口春奈さんもご自身のチャンネルで過去にご来店している様子が映っていまして、極楽というレベルの辛さを味わっている様子が伺えました。こちらで味わえる辛さ全部で7段階に分かれていまして、今申し上げました極楽は上から3番目なので結構辛いです。私自身結構辛いの苦手なので、初めての方におすすめな瞑想という段階で今回いただいたんですけども、その瞑想というのは2段階目になっています。1から申し上げますと、覚醒、瞑想、悶絶、涅槃、極楽、天空、虚空というレベルの7段階になっていますので、辛いのが好きだ、得意だという方に関しましては、ぜひ虚空味わっていただきたいなと思っています。こちら辛さによっても値段変わるんですけども、辛さを選んだ後に豊富なトッピングメニューからトッピングをプラスするのもおすすめになっています。私は辛さ結構苦手な部類でございまして、食べれるんだけども結構きついなって感じですね。
なので今回チーズのトッピングをさせていただきまして、その辛さも少し和らげてみました。さらにですね、ラッシーとのデザートドリンクもありますので、そちらも頼んでいただいて充実させたカレー体験をしていただければと思います。続いてご紹介しますのは、2022年7月にオープンしたばかりのこだわりカフェであります、喫茶レイさんでございます。レイという名前はですね、こちらのマスターの名前から来ているということでございまして、たくさんの方のレビューからも伺えるんですけども、このマスターの方の人柄がとても素敵で話しやすくてですね、いろいろとこのこだわりを紹介してくれますので、ぜひその接客も含めて楽しんでいただければと思います。今こちらバーブさんの板を映してたんですけども、マスターがもともとバーブさんの出身だということでございますので、そのコーヒーにいっぱいいっぱいこだわる感じとかも含めて体験していただければと思います。過去にバーブさん自体は六本木編ですとか、先日公開した鎌倉編ですとか、新宿編でもご紹介してますので、気になる方はそちらも確認していただければと思います。で、こちらの空間、とてもおしゃれな空間になってるんですけども、学生建築家の方2人とマスターが構想を重ねまして、細部までこだわり抜いているということでございまして、ぬくもりのあるヨーロッパ風のヴィンテージ家具含めて、そのこだわりを感じることができました。この日いただいたのはこのクオリティ抜群なカフェラテ、あとはですね、この絶品のプリンでございます。店主さんの出身地であります宮崎のブランド卵であるよかもよか卵を使ったこだわりの一品になってますので、ぜひ合わせて楽しんでいただければと思います。早い時には昼過ぎには完売してしまうということでございまして、私が訪れた日にも次に来たお客さんのタイミングでは売り切れてしまったので、結構申し訳ないなと思ったんですけども、ぜひ試したいという方に関しましては、時間に余裕を持って訪れてほしいなと思います。続いてご紹介しますのは、下北沢随一の隠れ家空間でございます、こちら RBL カフェさんでございます。こちらのお店は壁全体が本棚になっていまして、インパクト抜群で、クイズ作家の方が運営しているブックカフェだということでございます。店名の由来は2つから来ておりまして、1つはリファレンスブックライブラリーの RBL でございまして、リファレンスブックというのは参考図書ということでございます。クイズ問題を作るための資料として使用した本が中心に並べられているということでございまして、変わった辞書や図鑑は知的好奇心をくすぐられるようなものばかりになっています。もう一つは Read Between the Lines という意味でございまして、行間を読むという慣用句になっています。Between the Lines をここでは家庭と職場の間、日常と非日常の間、教養と娯楽の間、興奮とリラックスの間、日本と世界の間などになぞらえているということでございます。コーヒーは今映しています通り、オリジナルブレンドのほか、シングルオリジンのスペシャリティコーヒーをハンドドリップで入れてくれますので、本格的なコーヒーの味を楽しめるところもコーヒー好きには嬉しいポイントになっています。そして先ほどちらっと映してたんですけども、焼き菓子の提供もありまして、その日用意されている焼き菓子の中からお好みで選んでいただくことができますので、ぜひですね、お好きなお菓子を探していただいて、絶品なコーヒーと一緒にこの本の空間楽しんでいただければと思います。本を楽しめるだけでなくてですね、こちら Wi-Fi や電源も設置されていますので、多少の作業カフェとしても使うことができるかなと思っていまして、まさに隠れ家的な作業空間でございます。他にも下北沢には以前ご紹介したようなテフラウンジさんなんかもあるんですけども、私もわざわざ下北沢には作業しに行くこともあるぐらい居心地がいい空間がたくさんありますので、ぜひこの RBL カフェさんを含めお気に入りの隠れ家空間を探していただければと思います。そして最後にご紹介しますのは、下北沢に2022年1月に登場したテフラウンジの下にありますベルビルブリューリー東京さんでございます。ベルビルブリューリーというなかなか覚えにくい名前なんですけども、実はこちらのお店はフランス初のコーヒー店になっています。フランス・パリにおけるスペシャリティコーヒーの先駆者的な存在でございまして、満を持して日本に上陸したのがこちらの店舗でございます。2013年にパリで設立しまして、サードウェーブへの認知がまだ低かったパリにおいて先駆者として誕生し、若手バリスタやコーヒー愛好家からも絶大な支持を集めています。先ほどご紹介しました喫茶レイのマスターもですね、こちらの店とても気になっているみたいな話をしていただきまして、私もその喫茶レイさんに訪れる前にこちらを訪れてましたので、なんとなくその意味も分かったなという感じでございます。
収穫時には創業者でありますデイビッドさん自らグアテマラやホンジュラス、コスタリカなどの現地の農園を訪問し、生産者との信頼関係のもと、トレーサビリティと透明性を備えたコーヒーを安定的、持続的に調達してくれています。この下北沢の地だからこそ楽しめるような、そんなフランス初のスペシャリティコーヒーになってますので、ぜひ試していただきたいです。以上、今回は下北沢からおすすめカフェを6選、プラス1選ご紹介させていただきました。冒頭でもご紹介させていただきました通り、下北沢はドラマのロケ地としても使われるほど、とても注目度の高い場所になっています。また結構芸能人の YouTube なんかでもですね、下北沢久しぶりに訪れてみたみたいな動画も結構公開されていますので、もしかしたら平日の昼間なんかに訪れていただきますと、有名人の方に会う機会もあるかなと思っています。さらにですね、世田谷区では現在、セタペイという地域限定の電子決済なんかがありまして、そちらを使いますと 30% 引きで楽しめるようなお店もいくつかありますので、ぜひですね、事前に調べていただいて、対象店舗であったらそちらを使っていただくのがとてもおすすめかなと思います。いずれにしても魅力がたくさん詰まっている街なので、ぜひ訪れてみてください。以上、ミキでした。ありがとうございました。